おはようございます。カカのぎそです。今日ちょっと緊急で、動画を撮っております。あるちょっと業界というかですね、で、ちょっとトレーシングパクリ、トレパクというんですか、その言葉自体も最近知ったおじさんなんですけども、そういうことがちょっと起こっているみたいです。とあるイラストレーターさんが、トレパクをしていたみたいなことで、僕、そのことについて、言及するというか、わけではないんですけども、ちょっとこう、その方が、女性みたいな男性みたいなどうも男性らしいぞみたいな、もうすごいですね。ネットの人たちの力というのはすごいもので、ちょっと何かミスをやらかしたらザーッとこうなだれ込んでいく姿みたいなのを見ていると恐ろしいなということで、私はですね、鬼好評というのをやっていて千何百枚という作品を見てきました。1年間で。実はその中にもこれ怪しいんちゃうかっていうのとか結構あったんですね。でその直接その人たちにこう問い合わせたら、いやいやこれは大丈夫ですとか、これは観光協会の OK もらいましたとか、結構そんな感じで、帰ってきて、もちろんそれは練習とかでは OK やと思うんですけども、でこう今回問題になっている方もどうも僕ツイッターをずっと見ていってみたら、初めの頃はそれを結構、自分の中で言っているんですね。これ、オマージュ的なとかですね、とある映画のワンシーンです的な感じで言っていて、でそれがやっぱりこう物販とか物に変わったり作品として発表したり古典で発表したり売ったりとかしていってるのかな、わかんないですよ。細かくはよく知らないし、もうその方も多分こう相当攻撃を受けてるんでそれを言いたくないんですけど、私のこう YouTube 見てる方とかもやっぱ初めそんな感じなんですよね。これ OK でしょみたいな感じからスタートして、そこからもしかして皆さん本当に力をどんどんつけていかれた時に何かチャンスが来たりとかした時に過去の方まで見返されていったり、その手法が楽やっていうことが分かったりしていくと、その方法に慣れてしまって、でそのことを簡単に言ってしまえば何かの写真かなんかを使ってそれを元にとかっていう風に書いていったりするようなことをしてしまうと、後々大きな問題になってくるっていうことがあります。でこれね、もう実は私はこのイラストレーションという業界と絵画の業界と別個かもしれませんけども、なんとなくですよ、15年間僕は九州の大学にいて、そういうことはだいたい3年に1回起きてます。3年に1回で、もう振り返っていくのはちょっとあれなんで言わないですけども、とある大きな賞を取ったような人が実はこれはどこかの海外の絵描きさんのなんかがあったんちゃうかとかですね、皆さん一番知っているのはなんか丸い輪っかが5つある、世界運動大会の問題ですよね。でとかっていうことが起こっているんですよ。でこれ本当になんかこう、私たちは15年以上前は多分とある大きな大国14億人ぐらいいるような、15億人13億人知らんけども、国がよくこう日本のアニメのキャラクターとかをなんていうかパクったりしてわーわーって外側から言ってた時期あったと思うんですけども、でもこうインターネットとかがこの15年間ぐらいで発達していったら、ものすごい膨大な情報が、今までやったら何か雑誌を買って、とか何か画集を買ってとか美術館に行ってとか図書館に行ってとか、そういうことをもう簡単に15年間でできるようになってしまった。でそこによってもう当たり前に視覚的な情報が入ってくることによって、なんとなくちょっとやってみたら簡単にできる、すごい形できる、初めはオマージュやったりするかもしれませんけども、でそれがこうどんどんこう有名になっていったらでどんどんそういうのって気づかないようになっていくんですよね。でやっぱこう、私個人的にというか、私の仲間とかとそういう話をした時に、もう初めから作るのが面白くて芸術家になってるんですよ、僕らっていうのは。大体っていうかほとんどというか全員というか、でもう私たちが学生時代インターネットとかなかったから、そういう手法もちろんなかったんで、もうとにかく自分で写真撮るとかスケッチに行くとかっていう情報を集めて、必死のパッチこいてゼロから作っていって、誰も見たことないもの作り出すぞっていうことが一番の醍醐味であって、みんな驚かしたるでっていうのが面白かったりしたんですけども、今すごくその辺が安易になってきているというか、そして情報発信もすごく楽になってるわけじゃないですか。でそういうこう SNS とか Twitter とか Instagram とか Facebook とかなんだかとか、っていうのですごく楽になってきて、情報も広がりやすくなってきてる。
でこれがとにかく危ないぞと、これ完全に学生にも向けて言っているというか、でそれがもう当たり前になってしまうっていうことが危惧されるから、とにかくそれをやらないということがまず一番安全策じゃないですか。もちろんもう全部自分でやるっていうのが超安全策です。で毎日やるということを僕はもうおすすめはもちろんしないですけど、毎日やっても SNS 等に載せない。初めの頃はちゃんとオマージュですよとか言うていても、どんどん麻痺してきて、なんかいいねがいっぱいつくから、これやるの方が楽やな、もうなんかやばみたいになってきたりとかしてとかなるから、もう本当にやらないということを徹底する。または僕ちょっとイラストレーションこんな風に僕やったら勉強するのになっていうのは、巨匠の作品です。やっぱ100年以上前のとか200年前のとか、そういうところからインスピレーション受けてオマージュにしていったり、著作権切れてますしねとかっていうこととか、なんかそんなことしていかないと本当に怖い時代になってきてますよということだけはちょっと警笛を鳴らしておいて、皆さん本当にその辺は注意して、とにかく取材等にやっぱりお金をかけていって、何かやっと見つけたこの景色、やっとモデルさんを例えば雇うかもしれないし、なんかわからない、コンビニのバイトしてるお姉ちゃんにね、すみませんって言ってお金あげるから、ちょっと怪しいか、なんかうまい手使って、うまい手なんかわからんけどとか、なんかいろいろねしてモデルさんを頼んだり、私は学生がいてくれるから助かったり、妻がね助けてくれたりしますけども、ちょっとその辺本当に気をつけて日常の生活制作活動を頑張ってくださいということの警笛の動画でございました。気をつけようね皆さんね。本当にいつ突然有名になるか、突然なんか仕事がバッと増えるか分かりませんからね。怖い世界ですよ。頑張ってくださいね。ではチャンネル登録よろしくね。SNS もやってます。よろしくね。